皆さんこんにちは。卓球の歴史が今私たちの目の前で音を立てて塗り替えられようとしています。今日は現在イギリス・ロンドンで熱狂の渦を巻き起こしている卓球界最大の祭典 ITTF 世界卓球選手権2026ロンドン大会をエンジニアの視点とオタクの情熱、すると冷徹なデータ分析で徹底的に解剖していきます。解説のケンジです。よろしくお願いします。こんにちは、みさきです。世界卓球、テレビでもネットでもすごい盛り上がりですね。今回は ITTF 生誕100周年記念大会ということで、いつにも増して特別な雰囲気が画面越しにも伝わってきます。教育レポートの副題、メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実で、なんだか穏やかじゃないですね。単に試合の結果を知るだけじゃわからない何か恐ろしい裏側でもあるんですか？恐ろしいというか非常にシビアな真実だよ。今回ベースにするのは世界卓球2026ロンドン大会団体戦包括的速報レポートだ。1926年にロンドンのメモリアルホールで産声を上げた ITTF がちょうど100年後の今、再びその地で第100回記念大会を開催している。この歴史的な重みはもちろん、注目すべきは今起きている中国一強時代の終焉を予感させるあまりにも急激で、すると残酷な地殻変動なんだ。この100年目のロンドンで卓球という競技の定義そのものが変わろうとしていることを君は知る必要がある。中国一強の終焉。それって数年前なら信じられない言葉ですよね。ケンジさん、専門的な AI 判定の裏側や日本代表が下した非常な選考の理由まで、今日は圧倒的な情報量で一文字も漏らさず解説してくれるんですよね。最後までフルパワーで、それこそウェンブリの熱狂に負けないくらいの熱量でお願いしますね。任せておいて、今日は全20パート、情報量のリミッターを完全に破壊して、100周年のロンドンで起きている卓球の革命を語り尽くそう。文字通り卓球界の次の100年を決める旅の始まりだ。それじゃ気合を入れていこう。ケンジさん、まずはこの膨大な速報レポートの革新を私たちの脳にガツンと叩き込んでください。2026年の今、ロンドンで起きている最大の衝撃。すると、私たちが真っ先に知っておくべき事実、メーカーやベテランが教えてくれない真実って何なんですか？全体像をつかんでから各論に入りたいです。了解。サマリーとして提示すべき衝撃の発見は大きく3つに集約される。1つ目は男子中国代表の25年ぶりの歴史的凋落だ。絶対王者がグループリーグで韓国とスウェーデンに連敗し3位に沈むという卓球界の常識ではありえない事態が起きている。これは単なる偶然じゃない。2つ目はホークダイとスノーフレーク AI による審判の完全自動化とデータの民主化だ。誤審が物理的に不可能なレベルまでテクノロジーが競技に介入し、選手の心拍数から打球のスピン量まで全てが可視化されている。すると3つ目は日本代表の LA28 を見据えた完全世代交代の完遂だね。中国男子が3位、それって卓球界にとっては隕石が落ちてくるレベルの大事件じゃないですか？どうしてそんなことになっちゃったの？ベテランの人たちは中国は絶対だって言ってたのに。大事件どころかまさに地殻変動だよ。ITTF 公式発表資料によれば、今回の中国の凋落は単なる調子の波ではなく、対戦国によるデータに基づいたアンチチャイナ戦術の普遍化が原因だと分析されている。詳細はこれからの各論で詳しく話すけど、レポートでは会場インフラの深刻な課題や運営上の大きな不祥事にも触れているんだ。この100周年大会は光と影が激しく交錯するまさに卓球界の分岐点なんだよ。ウェンブリーアリーナの熱狂の裏にある冷徹な AI 統計からチケット120ポンドの経済価値までエビデンスをもとに暴いていこう。このサマリーの内容が各パートでどう肉付けされ深掘りされていくか楽しみにしていてくれ。ここからは各論に入ってさらに深く掘り下げていきます。まずは歴史的な背景から。1926年に最初の大会が開かれた時、卓球ってどんな感じだったんですか？今の超高速卓球とは全然違いますよね。そうだね。当時はまだラケットも木べらのようなものだったり、貴族の社交場での遊びの延長という側面も強かった。でも、ロンドンのメモリアルホールに集まった選択者たちが、卓球をグローバルなスポーツにしようと ITTF を設立した。そこから100年。今回の大会は100周年の時を超えた聖地期間という非常にドラマチックな意味合いを持っているんだ。男女×64のナショナルチームが集結するというのは卓球史上最大規模。まさに空前絶望のスケールだね。64チーム、それだけの国がロンドンに集まっているんですね。
賞金総額も100万ドルって書いてありますけど、これも過去最高レベルですか？その通り。世界的な IT コンサルティング企業 ACN が冠スポンサーにつき、最先端のデジタル技術と融合している。賞金総額100万ドルというのは、卓球が単なるマイナースポーツを超えて、世界的な商業価値を持つエリートスポーツに完全に昇華したことを、ロンドンの地で証明しているんだよ。1926年の開拓者たちが、現代の VR 観戦や AI 判定を見たら、きっと魔法か何かだと思うだろうね。それほどまでの進化が、この100年で起きたんだ。この権威の再構築こそが、今大会の真の目的なんだよ。レポートの序論部分では、この100年の歩みを振り返ることで、今の技術革新がいかに必然だったかを強調しているんだ。100年前のメモリアルホールの精神が、今のデジタル卓球に息づいているんだね。今回2つの主要アリーナを使い分けていると書かれています。まずはコッパーボックスアリーナ。ここはどんな役割を担っている会場なんですか？ロードン東部のクイーンエリザベスオリンピックパーク内にある2012年ロンドン五輪のレガシー施設だね。通称銅の箱、コッパーボックス。ここではステージ 1B、つまり世界ランク9位以下の56チームが戦った。収容人数は約7500人。驚くべきはそこに最大16台ものテーブルを詰め込んだ超高密度設計だったことだ。観客と選手の距離が極限まで近く、会場全体が地響きのような熱気に包まれていたんだよ。最大16台。それってあちこちで同時にラリーが起きてるってことですよね。見る方も目が回りそう。ははは、まさに卓球の濁流だね。大会組織委員会の内部通達によると、特にエジプト対トルコ戦のような中堅国同士の死闘が相次ぎ、試合時間が予定を大幅に超過して深夜2時近くまで及ぶこともあった。ただ、ここからがレポートの鋭いところで、課題も指摘されている。卓球は非常に繊細なスポーツだから、広大なアリーナでの空調による微細な風の影響をどう排除するか。すると、16台分の照明反射をいかに厳密に制御するか。五輪のレガシーをどう現代の高速、高スピン卓球に適用させるかという運用の難しさが露呈した。でも、あの密集した空間での応援は間違いなく、今大会の泥臭い熱さの源泉だったね。中堅国にとってはここが自分たちの世界選手権の全てなんだから。このコッパーボックスの熱狂が大会全体の士気を高めたことは間違いないよ。するとメイン会場はあの世界的に有名なウェンブリーなんですね。アーティストのライブとかでもよく聞く名前です。そう。1934年に開場した歴史的殿堂 OVO アリーナウェンブリーだ。ここは英国のスポーツとエンターテインメントの象徴だね。5月2日から世界ランク上位8チームによるステージ 1A、すると決勝トーナメントが行われている。収容人数は12,500人。最初は4テーブル配置だけど、準々決勝からはセンターコート1台に集約される。まさに選ばれし者だけが立てるプレミアムな聖域として演出されているんだ。演出効果だけでも数百万ポンドかかっているという噂だね。12,000人。そんな体感集の前でプレーするなんて足が震えちゃいそうです。でも、レポートの5月10日の予定のところに何かブツブツしい注意書きがありますね。よく気づいたね。そこが今回の運営の最大の懸念事項なんだ。大会最終日の5月10日は、隣接するウェンブリースタジアムで、サッカーのイングランドリーグ昇格プレーオフ決勝という、英国中が狂気乱舞するビッグイベントと重なってしまった。ウェンブリーパーク駅の混雑シミュレーションデータに基づき、組織委員会は公式アプリで異例の早めの来場と分散退場を強く呼びかけている。世界最高の卓球と熱狂的なサッカー、ロンドンがスポーツの熱に浮かされるあまり、交通インフラがパンク寸前になることが予想されているんだ。卓球というスポーツが他の巨大メジャースポーツとどう共存するかという現代的な課題が100周年の聖地で突きつけられた形だね。でも、このカオスこそがロンドン大会の醍醐味とも言えるよ。卓球がサッカーと肩を並べてロンドンを熱くさせている証拠なんだから。ケンジさん、華やかな話だけじゃなくて、レポートには運営上のトラブルについても非常に重い内容が書かれていますよね。5月2日にウェンブリーで起きたインシデント、これってどういうことなんですか？非常に残念で、すると卓球界全体で共有すべき深刻な問題だ。入場時のセキュリティチェックにおいて、警備スタッフによる女性アスリートへの不適切な身体接触が発生した。具体的には、
服の上から不必要に体を触るなどの行為があったと報告されている。ITTF 及び現地組織委員会の共同公式声明によれば、これは選手の尊厳と安全を著しく損なうものであり、断じて容認できないと厳しく糾弾されているんだ。自分の国を代表して戦いに来た選手がそんな不快な思いをするなんて、安全のためとはいえやりすぎですよ。同じ女性としてこれは本当に悲しいです。原因は英国国内の警戒レベル上昇に伴う手荷物検査の極端な厳格化が現場スタッフの教育不足によって暴走してしまったことにあるようだ。現在はセキュリティプロトコルの全面的な見直しと全スタッフへの再教育、すると女性スタッフによる検査の徹底が急ピッチで行われている。スポーツの祭典である以上、安全は絶対条件だけど、そのために選手の尊厳を犠牲にしては本末転倒だ。テクノロジーがどれだけ進化しても、それを運用する人のモラルが問われた100周年大会の重い影の部分だと言えるね。レポートはこの件をあえて詳細に記述することで、今後の大会運営への警鐘を鳴らしているんだ。安全と尊厳、この二律背反をどう乗り越えるかが ITTF の次の100年の信頼に関わるだろうね。大会の仕組みについても詳しく知りたいです。今回は3ステージ制というちょっと複雑な形式なんですね。これってどういう狙いがあるんですか？昔はもっとシンプルだった気がしますけど。男女各64チームという巨大なトーナメントを中だるみさずに、すると公平に進めるための極めて合理的な構造だ。まずステージ 1B で下位56チームが熾烈なグループリーグを戦い、各グループの1位と成績上位の2チームだけが生き残る。彼らがシードズルの待つステージ 1A に合流して、そこからさらに順位を争う。最終的に決定した32チームが一発勝負のシングルエリミネーションステージ2に突入するという流れだ。この構造は ACN が提供したアルゴリズムに基づいて最適化されているんだよ。なるほど。下位チームにも文句を開きつつ、上位チーム同士の潰し合いの最初から見られる贅沢な仕組みなんですね。見る側にとっては飽きないですね。大会システム詳細ロジック解説によれば、これによって放送権料の価値を最大化しつつ、卓球のグローバルな普及を両立させているんだ。シードチームはステージ 1A で多少負けてもステージ2進出は確定しているけど、そこでの順位がトーナメントのシード1、すると準決勝で中国と当たるかどうかに直結するから、決して手は抜けない。一戦一戦が世界ランキングポイントと悲願のメダル獲得に直結する。常に緊張感が持続する非常に工業的、競技的に優れたシステムだね。レポートはこのシステムがこれまでの中堅国にどれだけのモチベーションを与えたかを高く評価しているよ。下位ランクの国々がコッパーボックスで死に物狂いになる仕組みがここにあるんだ。まさに弱肉強食。でもチャンスはある。これが現代卓球のリアルだね。試合そのものの形式も5シングルスの3試合選手、いわゆるスウェイスリング杯方式ですよね。でもレポートのメディアガイドの注釈に何か恐ろしいことが書いてありませんか？美咲ちゃん、そこに気づくとはラスがちだね。実は今回のロンドン大会、決勝トーナメントの後半、すると準決勝や決勝からは団体戦の1試合の中に7ゲームマッチを試験的に導入する可能性があるというキョンテン同地の示唆があるんだ。これとんでもないことだよ。団体戦って1試合でもかなり時間がかかるのに1試合7ゲームもやるんですか？選手のスタミナ絶対に持たないですよ。足がつっちゃいます。そこが狙いなんだよ。100周年の節目に卓球というスポーツのアスリート化を極限まで推し進めようとしているんだ。11点選手の7ゲームマッチ。これは精神力、スタミナ、すると戦術の引き出しの多さをこれまで以上に残酷なほど問う設計だ。ITTF 競技委員会の意図としては、最も過酷で最も技術レベルの高い卓球を世界に見せつけることで、卓球のステータスをテニスなどのメジャースポーツに並べせたいんだろうね。プレイヤーにとってはまさに地獄のような負担だけど、観客にとってはこれ以上ない至高の贅沢になるだろうね。1試合で1時間以上かかる死闘が5試合並ぶ可能性があるんだから。レトートはこの変更が将来的に世界選手権のスタンダードになる可能性も示唆しているよ。まさに体力勝負、するとデータの蓄積量の時代の幕開けだね。さて、ここからが今回のレポートの最大の爆弾です。男子中国代表の連敗。これ世界中の卓球ファンがひっくり返ったニュースですよね。何が起きたんですか？中国は無敵じゃなかったの？5月2日、ウェンブリーアリーナが凍りつき、次の瞬間に爆発した。韓国が若干19歳の新星オ・ジュンソン、
オジュンソンは元世界王者コショウウンの息子だねの爆発的な活躍で絶対王者中国を 3-1 で撃破したんだ。コは中国の主力であるリャンジン君とリンシドンを立て続けてに破るという文字通りのジャイアントキリングを成し遂げた。するとその翌日、モーレ国土を擁するスウェーデンが中国に 3-2 でとどめを刺した。中国がグループリーグで3位に沈むなんて25年ぶりの歴史的屈辱だよ。王国の崩壊と言っても過言じゃない。オジュンソン選手、すごすぎます。でも無敵の中国がどうして、何か決定的な原因があるはずですよね。鋭いね。レポートによればエースワン・チューキンを温存した采配が傲慢な戦略ミスとして批判されている。ワン・チューキンを休ませても若手や中堅で十分に勝てると踏んだんだろうね。でも現代の卓球はスノーフレークなどのデータ分析が進化しすぎていて、中国選手のサーブの回転数からコース取りの癖まで全てが解析されているんだ。アンチチャイナ戦術の精度が中国の個の力を上回った歴史的な瞬間だったね。絶対王者の牙城がロンドンの地で音を立てて崩れたんだよ。レポートはこの現象を中国卓球の神格化の終焉と定義しているよ。もはや中国は攻略不可能な神ではないんだ。数値化された弱点をつけば勝てるという希望を世界に与えてしまったんだね。男子が大名波乱なら、女子はどうなんですか？やっぱり中国が強いんですか？女子は男子とは対照的に驚くほど盤石だね。中国女子はスンイー社を中心にルーマニア、韓国、台北といった波よる強豪を寄せつけず全勝で首位通過。すると我らが日本女子も宿敵ドイツとフランスを完璧に圧倒して1ゲームも落とさない勢いで首位通過を決めた。男子の群雄割拠に比べて女子は日中二強という構図がさらに先鋭化している印象だね。他の国が全く入る隙がないんだ。日本女子本当に頼もしいですね。世代交代がうまくいっている証拠でしょうか。その通り。WKT デジタルプラットフォームのスタッツを見ると、日本女子の得点能力は今や中国のトップ層と統計的に優位差がないレベルまで向上している。特に今回選出されたメンバーの平均年齢は20歳前後。若さゆえの爆発力と、すると数多くの WTT シリーズを戦い抜いてきた高い国際経験値。この絶妙なバランスが日本女子の最大の武器なんだ。男子のような波乱は期待薄だけど、その分決勝での日中決戦は100年の歴史の中でも最高密度の卓球になることは間違いないよ。他国にとってはこの2カ国は絶望的な壁になっているね。レポートは女子卓球の完成度において日中が他を数十年引き離していると冷徹に分析しているんだ。この判定感の差はどこから来るのか、各論でさらに深く見ていこう。日本代表のメンバー構成について教えてください。大会前から話題になっていましたけど、伊藤美誠選手や男子でも実績のあるベテランの名前がないのが寂しいという声もありましたよね。ファンの間では賛否両論でしたけど、健二さんはどう見ますか？日本卓球協会 JTTA は2028年ロサンゼルス五輪を見据えた世界ランキング中止と若手への完全移行にかつてないほど非常にと戦略的に舵を切ったんだ。男子は張本智和を筆頭に松島空、戸上俊介、宇田幸也、篠塚大翔。女子は張本美和、早田ひな、橋本穂香、七崎美優、メンデーリン。実績あるベテランを外し、徹底的に今の強さと未来の伸びしろを数値化した結果だね。実績よりも今のランキングと将来性を取ったということですか？ベテランプレイヤーが教えてくれない真実ってこのあたりにあるんですか？その通り。2026年日本代表選考基準詳細資料を読み解くと、世代交代を1秒も無駄にせず加速させるという強い意志が読み取れる。特に18歳のメンデリンの抜擢は象徴的だ。LA28 での金メダル奪還という至上命題のために過去の功績をあえて切り捨て、未来の伸びしろに全てをかけた。これはベテランプレイヤーやファンにとっては残酷な決断に見えるかもしれないけど、アンチチャイナ戦術をより先鋭化させるためには避けては通れない必要な痛みだったんだよ。今の日本代表は名声ではなく数値で選ばれた冷徹な戦闘集団なんだ。レポートはこの決断が功を奏していることを今回のグループリーグの結果からデータで証明しているね。過去の栄光に縛られないことが勝利への最短距離なんだ。男子日本代表の戦いについても詳しく、グループリーグのドイツ戦、本当に惜しかったですけど、負けちゃいましたよね。どこに差があったんですか？技術的には負けてない気がしましたけど、テレビでは惜しかったしか言われないし。2対3での敗北だね。
エースは張本智和がベネディクト・デューダを3対2の激戦で下して最高のスタートを切ったんだ。会場もこれはいけるという雰囲気だった。しかし問題はここからだ。ドイツのペンホルダーの名手団中に対して張本も松島もストレート0対3で完敗を喫してしまったんだよ。これがデータの真実だ。団中選手、そんなにすごかったんですか？単に強いだけじゃない。戦術が残酷なほど緻密だったんだ。スノーフレークリアルタイム統計データによれば、団中のコース変更率は驚異の 85%。相手が待ち構えているコースに絶対に打たない。日本の若手の勢いを経験に基づいたリズムの配球で完全に封じ込めたんだ。一点の重みが身体能力の差ではなく戦術の差として現れた。日本男子はマッチ率の差で2位通過を果たしたけど、この敗北は勢いだけでは勝てないという団体戦の本当の恐ろしさを改めて日本に突きつけたね。レポートはこの敗北を若さゆえの経験不足として厳しく分析しているよ。データの使い方がドイツの方が一枚上手だったんだ。するとフランス戦、ルブラン兄弟との激突、私もテレビの前で叫んじゃいました。勝てると思ったのにどうしてこうなったんですか？これもまた 2-3 というあまりにも惜しい。すると重い敗北だった。序盤は完璧だったんだよ。長門が兄アレクシスを 3-0、松島が弟フェリックスを 3-1 で破って日本が王手をかけた。ウェンブリーの観客も完全に日本の勝利を確信していたんだ。ところが3番手の戸上俊介がフランスの新鋭フラビアン・コトンに 2-3 で逆転負けを喫した瞬間に風向きが完全に変わった。これが団体戦の怖さなよ。最終ゲーム12対14でしたよね。あと一歩、本当にあと一歩だったのに悔しすぎます。そのあと1点を取らせないのがフランスのホームの応援と若きコトンの執念だった。レポートではこれをウェンブリーの悪夢と表現している。戸上の敗北はチーム全体の精神的支柱を揺らし、リベンジを許す展開を招いてしまったんだ。接戦での勝ち切る力の再構築。これが男子代表がラウンドオブ32以降、メダルを狙うための絶対条件であり、最大の課題として残された形だね。団体戦は一人の敗北が全員の筋肉を構築させるんだよ。レポートはこの心理的な連鎖反応についてもスノーフレークの心拍数データなどを用いて詳細に論じているんだ。メンタルすらも数値化される時代なんだよ。男子が苦しむ一方で女子は一転して快進撃ですね。特に張本美和選手、もう次元が違っていませんか？見ていて怖いくらいの成長スピードです。まさに別格だね。特にドイツ戦でのカウフマン選手に対する戦いぶり、完璧なコース取りで圧倒した。データを見るとさらに驚くよ。レポートによれば張本美和のバックハンドの平均打球速度は前回の世界選手権に比べてなんと 15% も高速化しているんだ。卓球で 15% というのは別の競技になるくらいの差だよ。 15% も？もう人間の反応速度を超えようとしてるじゃないですか。どうしてそんなに短間で速くなるの？スノーフレークパフォーマンス可視化エンジンが弾き出した驚異的な数値だ。しかも驚くべきはその速度で打ちながらミスが極端に少ないことだ。早田ひなも安定感抜群でチームの精神的支柱として盤石の強さを見せている。橋本穂香がアンチラバーの名手であるウィンターに深くを取る場面もあったけど、チーム全体としての厚みは今大会に限れば中国を凌駕しているとさえ言える。女子代表の首位通過はロンドンで100周年記念の日の丸を掲げるためのこれ以上ない最高の滑り出しだよ。レポートはこの美和の進化が日本卓球の黄金時代の幕開けだと断言しているんだ。彼女のバックハンドはもはや物理法則の限界に挑んでいるね。ここからは今回のロンドン大会の大きな特徴であるテクノロジーの話ですね。レポートには判定の完全自動化とありますけど、これって審判がいなくなるっていうことですか？テレビの画面に出るCG の話？物理的な審判はまだ座っているけど、その役割は確認作業に格下げされたと言っても過言じゃない。際どいエッジボールやネットインの判定は全てソニー傘下のホークアイシステムが即座に下す。会場の上部に設置された10台の高精度カメラがボールの軌道を3次元で完全にトラッキングしているんだ。その誤差は驚くべきことにわずかに 2.6 ミリ以内。エッジで揉めて試合が中断することはもうこの大会には存在しないんだよ。審判への抗議ももはや無意味だね。 2.6 ミリ。それなら選手も文句のつけようがないですね。でも判定が早すぎて情緒がない気も。そこがテクノロジーの冷徹さであり公平性だね。さらにすごいのがサービス時のトスの高さ。16センチルールも AI がリアルタイムで監視している。
ホークアイ判定システム詳細使用書によると、モーションキャプチャ技術で選手の骨格までトラッキングしているから、サービス時に手や身体でボールを隠す隠し動作という人間には見えにくい反則も AI が逃さず検知して、審判のタブレットに警告を送る。公平性の極致だけど、選手にとっては一瞬の気の緩みも許されない、まさに監視社会のようなプレッシャーだろうね。ベテランプレイヤーが教える審判の目を盗む技術は、ロンドンで完全に終焉を迎えたんだよ。レポートはこの技術の導入が競技のスピードをさらに加速させたと分析しているんだ。無駄な待ち時間が消えたからね。するとすごいのが、すべてのプレーデータがスノーフレーク AI データクラウドに集約されている点だ。打球のスピン量、スピード、サイドスピンの曲がり幅。これらがリアルタイムで統計処理され、世界中のメディアやファンに即座に配信されているんだよ。これ、実況解説のあり方を根本から変えてしまったんだ。実況の人が言ってる数値ですね。私たちもスマホで見られるの？見られるよ。それだけじゃない。この選手の第5ゲーム、デュースでのバックハンド勝率はという複雑なクエリを投げると AI が数秒で答えを返してくる。これをレポートではデータの民主化と呼んでいる。従来の経験と勘による解説が誰にも否定できない数値による科学的な解説に完全に置き換わった。でもこれはメーカーにとっては不都合な真実を暴くことにもなる。特定のラバーを使っている選手の回転数が実はカタログスペックより低いなんてデータも確率の下にさらされちゃうからね。用具の真の性能が隠せなくなっているんだ。レポートはこのデータの透明性が卓球界のブランド振興を破壊し始めていると指摘しているよ。まさにプレイヤーにとっては福音、メーカーにとっては戦々恐々だね。データの嘘がつけない時代が来たんだ。100周年記念大会、ビジネスとしての成功はどうなんですか？イギリスの人たち、卓球にお金を払ってくれるのかな？最初はちょっと不安でしたけど、盛り上がってるみたいですね。驚くなよ。経済的の成功は歴史的と言えるレベルだ。ウェンブリーアリーナのチケット価格を見てごらん。決勝戦のカテゴリー1、最前列付近のプレミアムな席は120ポンド、日本円で約23,000円だ。これが一般販売開始と同時に数分でソールドアウトしたんだ。レイパスも全日程でほぼ完売状態だね。転売価格は数倍に跳ね上がっているらしいよ。卓球で23,000円。テニスやサッカーのビッグマッチ並みじゃないですか。信じられないです。そんなにお金が動くなんて。グローバルリーチ予測統計によれば、世界110カ国以上で放送され、潜在的な合計視聴者数は13億人に達すると言われている。英国 BBC が準決勝決勝を地上波放送することに決めたのも、この100年で卓球が英国社会の中で誇るべきエリートスポーツとしての地位を再確立した証拠だ。特に中国が負けたというニュースは、普段卓球を見ない層まで引きつけ、大会の経済価値をさらに押し上げた。ロンドンは今、卓球というスポーツが巨大なマネーを生むことを世界に証明したんだよ。レポートはこの経済効果が将来的に卓球クラブのインフラ投資に回る好循環を予測しているんだ。100万ドルの賞金も決して高くない投資だと言えるね。卓球ビジネスの構想が変わったんだ。英国中が卓球に沸いている感じですね。コミュニティプロジェクトについてもレポートに熱く書かれていました。地元の人たちも楽しんでいるみたいで素敵ですね。そう、ブリテンズ・グレイテストラリープロジェクトだね。大会開催の数ヶ月前から英国全土の卓球クラブや学校、ショッピングモールなど33カ所をリレー形式でつなぎ、合計ラリー回数の限界に挑戦したんだ。当初の目標は10万回だったんだけど、最終的な集計結果はなんと20万7343回を達成したんだよ。20万回超えだよ。20万回、すごい一体感ですね。それも大会の盛り上げにつながったんでしょうね。ロンドンの街中で卓球台を見かけるって聞きましたよ。これって普及にも絶対つながりますよね。大会実施後社会的インパクト報告書によると、このプロジェクトが卓球のインクルーシブ、包摂的な側面、すなわち性別や年齢、身体能力を問わず誰でも参加できるスポーツだという魅力を再認識させた。約500名のボランティア、ティームロンドンアンバサダーズがロンドンの街中で100周年ロゴの制服を着て観光客を案内している姿も印象的だ。ロンドン全体が卓球を自分たちの文化として歓迎している。100年前のメモリアルホールで始まった小さな火が今ロンドンの街を照らす巨大な灯火になったんだね。これは単なる大会以上の社会統合の成功例だよ。レポートはこの草の根の熱狂が次の100年の卓球人口を支える土台になると論じているんだ。ロンドン市民にとって卓球はもう特別なエリートのものではないんだね。
さて、全20パートにわたる膨大な情報の洪水、長旅もいよいよ終盤だ。大会はこれから生き残った32チームによる運命のトーナメント戦、ラウンドオブ32に突入する。みさきちゃん、ここまでの激動を見てどう思ったかな？最初は中国男子の負けとか AI 判定とか個別のニュースにびっくりしてましたけど、ケンジさんの話を聞いて、これが偶然じゃなくて100年かけて準備された変化の結果なんだってわかりました。卓球の勢力図が私たちの目の前で数値に基づいて書き換えられているんですね。なんだか歴史の目撃者になった気分です。これからどうなるの？その通りだ。レポートではこれを競技地政学の劇的変化と呼んでいる。アンチチャイナ戦術がスノーフレークを通じて世界中に共有され、もはや中国は絶対に勝てない神ではなくなった。日本男子にとってもドイツ戦やフランス戦での敗北を糧に、接戦でのデータの使い方を再構築できれば、悲願の金メダルは決して夢物語ではない。女子はすでにその入り口どころか頂点に手をかけている。歴史が動く音を私たちは今ウェンブリーで聞いているんだよ。次の1週間でさらに大きな地震が起きるかもしれないね。レポートの展望セクションは、このロンドン大会が卓球多極化時代の象徴になると結んでいるんだ。もう誰が勝ってもおかしくない。実力とデータの融合が新たな覇者を決めるんだよ。最後のアドバイスだ。もし君がこれからの卓球を見る側としてもプレーする側としても楽しみたいなら、伝統的な感覚やベテランの教えだけではなく、今回紹介したようなデータの真実に勇気を持って目を向けてほしい。1926年の開拓者たちが夢見た世界中が卓球で一つになるというビジョンは AI と13億人の熱狂、すると絶対王者の陥落というドラマを伴って2026年のロンドンでついに結実したんだ。ブランド名や昔の常識に縛られず、今コートで起きている科学的な変化と向き合う。それが自分の卓球を進化させる鍵っていうことですね。私もなんだか自分のラケットのバックハンドの弾道をスノーフレークで測ってみたくなりました。ケンジさん、今日は本当にありがとうございました。これ以上ないくらいディープな世界卓球の裏側を知れました。いい決断だね。詳細は ITTF 公式アーカイブや WTT デジタルプラットフォームの最新スタッツを隅々まで読み込んでみて。そこには君の卓球観を根底から変えるヒントがまだ山ほど隠されているから。後半までしっかりしつこく聞いてくれてありがとう。ロンドンの地で日の丸が最も高い位置に掲げられる瞬間を共に歴史の証人として確信しようじゃないか。卓球の新しい100年が今始まったんだよ。それじゃまたどこかのセンターコートでお会いしましょう。さようなら。私も今すぐウェンブリーの公式アプリをダウンロードしてオジュンソン選手のコース取りをチェックしてきます。卓球の未来に乾杯ですね。全20パート最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。さようなら。